小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月、2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。グラムボンラ、笑ったよ。グラムボンラ、カプカプ笑ったよ。グラムボンは、跳ねて笑ったよ。グラムボンは、カプカプ笑ったよ。上の方や横の方は、青く暗く、鋼のように見えます。その滑らかな天井を、つぶつぶ、暗い泡が流れていきます。グラムボンラ、笑っていたよ。グラムボンラ、カプカプ笑ったよ。それなら、なぜグラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ、泡が流れていきます。カニの子供らも、ポッポッポッ、と、続けて5、6粒泡を吐きました。それは、揺れながら水銀のように光って、斜めに上の方へ登っていきました。と、銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。グラムボンラ死んだよ。グラムボンラ殺されたよ。グラムボンラ死んでしまったよ。殺されたよ。それなら、なぜ殺された？わかんない。魚がまた、と、戻って下流の方へ行きました。グラムボンラ、笑ったよ。笑った？にわかにパッと明るくなり、日光の金は、夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で、美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や、小さなゴミからは、まっすぐな影の棒が、斜めに水の中に並んで立ちました。魚が、今度は、そこら中の金の光を、まるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は、鉄色に変に底光りして、また上流の方へ登りました。お魚は、なぜ、ああ行ったり来たりするの？弟のカニが、眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か、悪いことを、してるんだよ、取ってるんだよ。そのお魚が、また上流から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも動かさず、ただ、水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は、黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光の、まるでギラギラする鉄砲玉のようなものが、いきなり飛び込んできました。兄さんのカニは、はっきりと、その青いものの先が、コンパスのように黒く尖っているのも見ました。と、思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って、いっぺん翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも、魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡は、つぶつぶ流れました。2匹は、まるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ぐるぐる震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。針がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が、赤かったかい？わからない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちには、構わないんだから。お父さん、お魚は、どこへ行ったの？魚かい？魚は、怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。大丈夫だ。心配するな。そら、カバの花が流れてきた。ごらん、綺麗だろう？泡と一緒に、白いカバの花びらが、天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら、伸びたり縮んだり、花びらの影は、静かに砂を滑りました。12月。カニの子供らは、もうよほど大きくなり、そこの景色も、夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってきて、小さな霧の形の水晶の粒や、金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底まで、ラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では、波が青白い火を、燃やしたり消したりしているよう、あたりはしんとして、
ただいかにも遠くからというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らは、あんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って、泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり、僕の泡は大きいね。兄さん、ララと大きく吐いてるんだ。僕だって、ララとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろ。いいかい？兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね。大きいだろ。大きくないよ。同じだ。近くだから、自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよ。いいかい？そら、やっぱり僕の方が大きいよ。本当かい？じゃ、もう一つ吐くよ。ダメだよ。そんなに盛り上がったら。またお父さんのカニが出てきました。もう、寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日餌戸へ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡、どっちが大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ。僕の方が、大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、黒い丸い大きなものが、天井から落ちて、ずーっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラと、金の縁が光りました。カワセミだ。子供らのカニは、首をすくめて言いました。お父さんのカニは、遠眼鏡のような両方の目を、あらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど、そこらの月明かりの水の中は、山梨のいい匂いでいっぱいでした。3匹は、ぼかぼか流れていく、山梨の後を追いました。その横歩きと、そこの黒い3つの影帽子が、合わせて6つ踊るようにして、山梨の丸い影を追いました。間もなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって、木の枝に引っかかって止まり、その上には、月光の虹がもかもか集まりました。どうだ？やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。美味しそうだね。お父さん。待て待て。もう2日ばかり待つとね。こいつは下へ沈んでくる。それから、一人でに美味しいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは、3匹、自分らの穴に帰っていきます。波は、いよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それは、また金剛石の粉を吐いているようでした。私の幻冬は、これでおしまいであります。